どうも皆さんこんにちは。トラベルビデオグラファーのシュウケイです。今回はですね、実はなんと僕もですね、首を長くして待っていたですね、パナソニックさんからですね、新たに発売されるこちらの新機種ですね、ルミックス S9 を、発売に先駆けてお借りしまして、僕自身ですね、この S9 の、話を聞いた時にですね、本当こういうカメラを待っていたと、もう出たらすぐ買うぞと、決断したぐらい、もう本当に素晴らしい製品なので、今回の動画を通じて、この S9 の魅力、そして、いい点ばかりじゃなくて、僕自身が使っていて、ちょっとここは注意した方がいいかなというところも含めて、正直な感想をですね、皆さんにお届けしていきたいと思います。まず最初にですね、この S9 の大きな3つの特徴についてお話ししたいと思います。で、1つ目の特徴はですね、やっぱりこの小型かつ軽量のボディかなと思ってます。重量がですね、バッテリーなしで 403g とかなり軽量ボディとなってまして、ファインダーだったりグリップ、冷却ファン、そしてシャッターユニットですね。そういった部分がなくなったことで小型軽量化を実現してます。以前レビューさせていただいたですね、S5-2 もかなり軽量ボディなんですけど、そちらはですね、重量が 657g なので、約 250g ほど軽くなっています。そして重量以上にですね、S5-2 に対して外観がですね、一回りも二回りも小さくなって、この単焦点の F1.8 シリーズと組み合わせれば、かなり軽量かつコンパクトなシステムになりますし、さらにはですね、パンケーキレンズのように薄いレンズと組み合わせれば、本当にポケットに入るくらいの小型サイズなので、普段使いとしてはめちゃくちゃ重宝するカメラです。そして何といっても特徴的なのがですね、このフィルムカメラをですね、想起させるようなすごいエモいデザインで、ダークシルバーというカラーなんですけど、カラーバリエーションもですね、かなり豊富で、なんと今回の発表の段階でレギュラー色がですね、5種類もあるそうです。僕はですね、結構このオーソドックスなダークシルバーが気に入ってるんですけど、今までのルミックス S シリーズにはですね、なかったかっこよさと可愛らしさのバランスがですね、かなり絶妙な外観だなと、かなり僕は気に入ってます。で、2つ目の特徴はですね、S5-2 同等のフルサイズセンサーと画像処理エンジンです。昨年の1月にですね、公開したルミックス S5-2 のレビュー動画があるんですけど、なんと今回の S9 はですね、その S5-2 と同等の画像処理エンジンを積んでるということで、もちろん S5-2 からですね、搭載された増面操作のオートフォーカスだったり、リアルタイムラット、そういった機能はそのままで、外観が変わって中身はほぼ同じというような性能になってます。後ほどお話しするんですけど、正直、小型軽量化によってですね、いろいろと削ぎ落とされた部分もあるんですけど、プロ仕様の性能をですね、よりコンパクトな機種で味わえるのはかなり魅力的なんじゃないかなと思います。S5-2 がですね、発売されてから1年ぐらい経つんですけど、こんなかなり短期間でですね、こういった機種を出してくるのは正直ちょっとずるいなと思うんですけど、ただ僕が持ってる自前の S5-2X はですね、お仕事用に結構がっつりリグを組んで、気軽にプライベートのお出かけとかで持ち運べる状態ではないので、そういった気軽にお出かけしたりとか旅行に行ったりするとき、かつ、実は今年の1月にですね、子供が生まれまして、子供との日常だったり、お出かけを気軽に撮るための高速のですね、増面操作 AF とリアルタイムラットがついた、ちょうどこういう小さいカメラが早く出ないかなと思ってたので、本当にベストなタイミングで出てきて嬉しいなと思います。ちょっと余談なんですけど、ルミックスにはですね、マイクロフォーサーズという、フルサイズよりセンサーサイズの小さいシリーズがあるんですけど、そっちの方で、結構コンパクトでポケットに入るような G100 っていう、機種がありまして、僕の予想としては今年中にその G100 の後継がリアルタイムラットだったり増面操作 F が搭載されたものが出てくるんじゃないかなと予想してたんですけど、まさかのフルサイズでですね、このコンパクトさで実現してきたというところで、本当にいい意味でびっくりしてるんですけど、僕自身ですね、カメラは全てこの S シリーズで統一してるので、新しくレンズを買い出す必要もないというところで、個人的にはやっぱこの S シリーズで出てくれて嬉しいなと思ってます。で、3つ目の特徴がですね、進化したリアルタイムラットというところで、今回からですね、リアルタイムラット機能がですね、かなりアップグレードしまして、具体的にはですね、ラットにですね、加えることができる流浄感、グレインって言われたりもするんですけど、その流浄感の強弱をつけれたりとか、ラットの不透明度をですね、調整できたり、ラットの重ね掛けもですね、できるみたいで、自分好みのですね、ラットをより細かく作り込めるのは本当に魅力的だなと思います。また今回からですね、新アプリがリリースされるみたいで、通常のフォトスタイルだったり、リアルタイムラットで撮った写真や動画をスマホだけでですね、快適に友達や家族とデータが共有できるというところで非常に魅力的だなと思ってます。本当にですね、毎回新商品がですね、出るたびに思うんですけど、本当にこう、ルミックスというかパナソニックというか、家電メーカーらしいですね、ユーザーにとっての利便性をとことん盛り込んでくれるので、ユーザーとしては本当にありがたいなと思ってます。
で、そして発売時期についてはですね、2024年6月発売予定と。で、発売価格は、発表の時点で正確な価格は公表されていると思いますが、S5-2 よりもですね、安くなると聞いてますので、ただでさえコスパの高かった S5-2 とですね、同等の性能のカメラが、さらに安く手に入るということで、メーカー側の利益率は大丈夫なのかなと心配してしまうくらいですね、非常にお買い得なんじゃないかなと思います。ここからはですね、S9 のより具体的な特徴についてお話ししていきます。細かいスペックはですね、ホームページなどを見ていただいた方がより分かりやすいかなと思いますので、今回はですね、僕自身が愛用しているですね、S5-2X。S5-2 も同等な性能があるんですけど、そういった S5-2 だったり S5-2X からの変更点を中心にお話ししていきたいと思います。まずいい点ですね。本当にこれは口を酸っぱく言ってる小型軽量かつスタイリッシュなデザインというところです。ボディがですね、小型軽量かつバリアングルということで、広角レンズでですね、自撮りで Vlog したりとか、あとは例えば旅行先でですね、結構一眼カメラって重くて、家族や友達と自撮りで撮影するのってなかなか大変なんですけど、S9 は結構手軽に撮れるので、人に撮影をお願いするっていうのが億劫になるときあると思うんですけど、そういった時に自分たちで写真が撮れるのもいいポイントだなと思います。で、次にですね、MP4 ライトというですね、新しいファイル形式が搭載されてます。通常の MP4 の半分以下の容量というところで撮影できるものなんですけど、先日ですね、ゴールデンウィークで家族旅行に行った時にですね、すべて動画をリアルタイムラットかつ MP4 ライトで撮影したんですけど、結構1日ずっとカメラを回したりとかして、僕は普段結構高画質用に MOV で撮影するんですけど、そういった MOV で撮影してれば、軽く50ギガぐらいを超えてくるっていうところが、16ギガぐらいで収まったので、今後の家族だったり友達との思い出ビデオみたいなものはこれでいいかなと思うくらい、そんなに画質も劣化しすぎないし、手軽で本当に良かったなと思います。次に電子手ブレ補正の歪みの改善というところで、S5-2 ではですね、歩き撮りをした時に、四隅が結構ぐにゃぐにゃになって歪みが出ていたんですけど、すでにアップデートで歪みの補正は S5-2 には実装済みなんですけど、この S9 にもその歪みが収まっているというところになってます。正直 S5-2 だったり S5-2X は、その歪みが気になってたんで、超広角の歩き撮りは結構避けてたんですけど、今後ガンガン使っていけるっていうところは嬉しいポイントかなと思います。次にですね、全てのボタンが右側にあるというところで、左でレンズ側の操作をして、で、右手で全ての操作ができるというところで、いろいろなくなってしまったボタンはあるんですけど、余計なボタンがないので、かなり操作性はさほど問題なかったかなと思いますし、結構右手だけで操作できるのがすごい良かったかなと思います。あとですね、バッテリーが S5 シリーズと同じなので、すでに S5 だったり S5-2 をお持ちの方は、新しくバッテリーを買う必要がなくてですね、S9 を買い足して2カメ体制っていうのが容易になるというところです。あとはですね、ハイブリッドズーム、そしてクロップズームっていうものが搭載されてまして、動画、写真どちらもですね、メニューで操作することなく、多少画質の劣化はあると思うんですけど、3倍までズームができるというところで、結構動物だったりとか、遠くのものを撮るときには割と使える機能かなと思ってます。以上がですね、S9 を触っていて気づいたいい点というところになります。当然ですね、ボディが小型軽量になってまして、その影響でですね、いろんなボタンがなくなっちゃったりとか、弊害が一部ありまして、S5-2 からの変更点を中心にお話ししていきたいと思います。まずはですね、ファインダーがなくなったというところで、僕自身写真を撮るときは結構ファインダーを除いてピントを合わせたりしてたんですけど、若い頃からスマホを使ってきた世代にとっては結構モニターを見ながら撮影するっていう方々も多いので、そういった人たちにとっては大きな弊害がないかなと思います。あとはですね、3連ボタンがなくなりまして、もともと S5-2X にはこの3連ボタンがあったんですけど、この露出のみがですね、残って、ISO とかホワイトバランスはですね、この右下のホイールのところに移動してます。あとはですね、結構録画ボタンと露出ボタンが結構近くて、結構間違った方を押してしまうというところで、たまに、この露出を設定したのにちょっと録画ボタンを押しちゃうというところが結構、ストレスになってしまってたので、このあたりも、慣れが必要なのかなと思います。あとは冷却ファンがなくなったというところで、熱停止のリスクがですね、上がってるのかなと思います。まだですね、試してないんですけど、結構真夏のインタビューで、2カメ体制で S9 を使うっていう時は、ちょっと長回しすると結構熱暴走が懸念されますので、その点は注意が必要かなと思います。あとは防塵防滴機能がないので、雨の日だったり砂浜といったところで撮影するのはちょっと怖いかなと思います。
で続いての変化点はですね、お出かけカメラとしては個人的に問題ないと思うんですけど、まず HDMI がですね、マイクロになってます。外部モニターをつけると、ちょっと外れやすかったり、断線しやすいっていうことになるんですけど、僕自身多分 S9 に外部モニターつけることっていうのはおそらくないかなと思いますので、特に問題なしかなと。で、あとは SD カードの場所がこのバッテリーの蓋を開けたここにあるっていうところで、最初はちょっとどこにあるんだろうって戸惑うんですけど、慣れれば特に問題ないかなと思います。あとはですね、デュアルスロットじゃなくてシングルスロットになってるというところで、僕自身ですね、正直デュアルスロットを使ったことがないっていうのもありますし、この機種ではなおさら使わないので問題ないんですけど、業務用のサブ機として使うっていう方は要注意かなと。あとはですね、この S5-2X にあったオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えスイッチっていうのがボディ側がなくなってます。この操作に関してはですね、最近のレンズであれば基本この AF と MF の切り替えについてはボタンがついてますので、レンズの方で行うというところで特に問題ないかなと思ってます。あとはグリップがなくなったというところで、最初僕もちょっと心配だったんですけど、とはいえ結構ボディ自体が小さいので結構レンズを持ってるような感覚で、ボディ自体が軽いんでグリップまで必要なくても問題なく撮れたなという印象です。本当に皆さんがこの辺りを気にされるようであれば、ほぼ全てですね、S5-2 とか S5-2X で解決できるので、より性能を求めるのであれば、そちらを使った方がいいかなというところで、一応注意点としてですね、ご説明させていただきました。以上がですね、こちらの S9 の具体的な特徴でした。最後にですね、僕がこのカメラをですね、今後使うときに、どういった用途で使おうかなというところで考えたんですけど、やっぱりですね、思い出を残すことをより手軽にですね、できるカメラとして使っていきたいなと思ってます。写真であればですね、リアルタイムラットを使って後で編集する時間を取ることなく好きな色味でそのまま写真として思い出を残せるし、動画はですね、普段 S5-2X とか、そういったハイエンド寄りの機種では ND フィルターとか使ってマニュアルで露出を決めるんですけど、せっかくコンパクトなこのカメラにフィルターをつけるのは結構煩わしいので、思い切ってですね、絞り優先の A モードのみで撮影するのも結構ありなんじゃないかなと思います。これはですね、以前ダカラルミックスという企画でですね、写真家のケンちゃんさんのドキュメンタリーを撮った時にですね、結構インスピレーションを受けたんですけど、ルミックスは結構何かとオートが優秀なので、特に露出に関しては結構オートに任せても案外問題なく撮れたりします。当然オートで動画を撮ると外ではシャッタースピードが上がって結構絵がパラパラになったりとか、室内ではフリッカーが起きたりとかしちゃうんですけど、家族だったり友達とのですね、旅行や日常の動画は我々ですね、映像クリエイターが意識しているような細かいクリエイティブとかそういうのは誰も気にしないので、そのあたり結構スピード重視で、より思い出を残すことを優先してオートに振り切っていいんじゃないかなって個人的には思います。こういったようにですね、エントリー層だけでなくて、本格的な撮影をしている人にとってもカメラの楽しさをですね、呼び起こしてくれるようなカメラで、本当によくぞこの軽量ボディでここまで性能を盛り込んで仕上げてくれたなという印象です。本当に感謝ですね。ということでですね、ぜひ皆さんもこの S9 を使ってですね、日常だったり旅の思い出をですね、高品質に記録に残すっていうところを楽しんでもらえたらなと思いますし、僕自身もですね、この S9 を使ってたくさん思い出を残していきたいなと思ってます。はい、以上がですね、今回の S9 のレビューになるんですけど、もし気になる点とか、ここはどうなのっていうところがあったらですね、ぜひ、コメント欄にですね、ご質問していただければお答えさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。